くそ。春。兄ちゃん。なるほどね。それであんなに泣いてたの。何にも言わないのに、しっかり東京で恋愛してたんだな。その人は、なんて言ってんの？その元彼の方から一方的に今も好きだ的な、はぁと思っちゃった。別にどうでもいいし、最初に言うことじゃないだろうって。そっか。なんかいきなり言い訳じみてて、話聞いてられなくなっちゃった。そりゃそうだ。はあ、どうしよでもさ、わかんないけどさ、もっとちゃんと言いたいことがあったのかもしれないよ。う。わかんないけどね。俺は、その人と会ったことはないと思うからさ。でも、器用そうに見えて実は大事な話とか、人と正面から向き合うのが下手な人っているからさ。まあ、何も考えてないだけかもしんないけどね。何も考えてないだけな気がする。怒る気持ちもわかるけど、また今度ゆっくり話してみたらさ、何かわかるかもしれないよ。でもさ、やっぱり俺は相手のことがすごく好きで、今回のこともめちゃくちゃショックだったんだけど、ただのお酒の失敗みたいなことではあるとは思ってて、だからちゃんと話聞かなかったのも反省してるし、許してあげないとって頭では思うんだけど、それ以前に俺たちって違いすぎてるなと思ってて、生まれ育った環境も性格も考え方もお金の使い方もお酒の量もインスタのフォロワー数も、あと味の好みもいちいち違ってて、なんか大好きなはずなのに、ああこれも違うんだってすげえ悲しくなって、今回のことはそれを特に感じた。彼氏できたの初めてだから分かんないけど、こんなもんなのかな。彼氏。あ、違う、彼女ってこと。どっちでもいいよ。あ、どうもー。なんか俺たちってもっと合ってると思ってた。春はさ、同じがいいの？え？相手に自分と同じになってほしい。いや、そういうわけじゃないけど。多分だけど、同じにはならないよ。彼氏だろうと、彼女だろうと。根本は他人同士なんだからさ、完全には分かり合えないよ。相手が何を感じてるとか、考えてるとか、どんだけ話し合ったって完全には分かり合えないし、みんな自分のためには変わってくれない。だから、二人で一つにはなれないよ。なんか悲しいね。でもさ、分かり合えない同士なのに、それでも一緒にいたいとか、相手のことをもっと知りたいとかって思うのってすごいことじゃない？一人でいた方が絶対に楽なのにさ、それでも相手と一緒にいたいってすごいことだよ。その、矛盾というかこう、わからないけど好きみたいなやつって大事だと思うんだよね。理解できないことがあっても、その人といて喜びを感じるなら一緒にいる意味があるんじゃない？春はさ、その人といて幸せなの？楽しいことはいっぱいあったよ。
けど、それよりも、相手と違うところが多すぎて、苦しいっていう方に目が行くようになっちゃって。そっか。相手のこと分かりたいって思うけど、理解できなくて苦しいんだよね。まあ、綺麗事ばっかり言っちゃったけどさ、実際、ある程度同じ目線じゃないとやってらんないよね。たださ、春が考えてることをちゃんと伝えた方がいいよ。え？今までさ、自分がどうしたいとか、どうしてほしいとか、伝えたことある？いや、ないかも。だろまああんまり言えるタイプじゃないと思うけどさ、でもみんながみんな自分のことを察してくれるほど都合良くないよ。言葉のいらない関係なんてないんだからね。誰かと一緒にいるには話し合って向き合わないと。また今度話してみなよ。やっぱ難しいわ。悩め若造。うるさいよ。なんか意外だったわ。何が？いや、お兄ちゃんがこんな風にいろいろ考えるんだなって。普段こんな感じじゃないし。だろ？ずっと一緒にいる家族だってわからないこといっぱいあるだろ？確かに。やっぱり結婚してる人は言うことが違うね。いやー、結婚しててもわかんないことだらけだよ。あ、そういえば俺も昔同じような恋愛したことあるよ。え、そうなの？いつ？どんな人？大学生の時だから、もう10年ぐらい前かな。結構年上の人で、もうめちゃめちゃ好きでさ、毎晩 LINE 待って眠れなくなるくらい。へえ、意外。まああんまり長く続かなくって、今もう何が好きだったのか全然わかんないんだけどさ。その時も春と同じように自分と真逆な人だったな。で、同じように期待してたんだよね。相手にも、恋愛にも。どういうこと？自分がなってほしい相手になってくれると思ってたし、恋愛は人生を幸せにすると思ってた。その時はその人しか見えなかったし、俺もいろいろ求めちゃってたんだよね。で、最後の方に言われたわけ。私の嫌なことも全部分かって告白してきたんじゃないのって。どんだけ傲慢なんだよって話じゃん。まあ、確かに俺から告白したけどさ、告白した方がずっと我慢しなきゃいけないのかよ。それは最悪だね。だろ？今思い出してもムカつくんだけどさ。でも別れた後、考えさせられたわけ。人って変わんないんだなーって。そう簡単にさ。でも、相手を変えるってできないし、相手を変えられるって思うこと自体、傲慢だと思わない？ああ、ごめん。責めてるわけじゃなくって、自分が変わるしかないんだよ。変われるかな？無理しなくていい。無理して恋愛するもんじゃないよ。楽しいこと、他にもいっぱいあるから。友達に、仕事に、家族に、趣味に、いっぱいあるじゃん。だから自分の幸せをパートナーに全部委ねるのって違うんじゃない？そもそも、何が自分の幸せかを知ってるのは自分しかいないしね。兄ちゃんはさ、奥さんとどんな風に暮らしてんの？お互い、一人でも自立して、幸せに生きていける同士だからこそ、一緒にいられるってのはあるかな。結婚って、この先一緒に生きていくって誓うわけだけど、それでも相手には相手の、自分には自分の人生があるわけで、それをリスペクトし合える同士だからこそ、うまくいってんのかな。
へえ、すごいね、それ。いやでも、一緒にいるとムカつくこともいっぱいあるけどね。でも、お互いのことを一番尊敬してるし、見守ってるし、味方でいる感覚は誰よりもあるよ。春が今の人と続くか、他の人と付き合うか、いつか誰かと結婚するか、しないかはわかんないけどさ。どんなパートナーと一緒にいても、自分は自分で幸せになる。そこに好きな人が隣にいたら、もっと幸せ。そんくらいに考えるのがいいんじゃない？やっぱ難しいわ。難しいよな。俺も偉そうなこと言ったけど、割り切れないこといっぱいあるわ。ま、もっと気楽に生きなね。なんか、かっけえわ。でも春も恋愛するんだな。別に彼女はいたじゃん。いたっけ？うん。全然話聞かされてませんけど、お兄ちゃんは。うん。いつ彼女は？初彼女いつだっけ？中学2かな。そんな早くから彼女いたのか、お前は。3週間で別れたけど。なんで？なんか他にいい男ができたって。時が経てば忘れると誰もが口を揃える。どうしてかな、この悲しみはまた君の匂いがするのに。なくしたものや後悔を眺めてただやり過ごしているこんな自分に